皆さんこんにちは、しおねるです。今回は古都京都の奥座敷嵐山の秋を堪能しに来ました。保津川の絶景や四季折々の風景を楽しむことができる嵯峨野トロッコ列車で、美しい渓谷美を眺めながら爽快な列車旅を楽しんできます。本日は京都駅から出発します。ここから JR 嵯峨野線に乗って嵯峨嵐山駅にやってきました。ということで、こちら嵯峨嵐山駅到着しました。そのすぐ横にトロッコ嵯峨駅があります。それにしてもですね、ほとんど乗車してた人全員がここで降りたので、駅前大混雑です。本日紅葉を見るべく乗車するのは嵯峨野トロッコ列車です。ここ嵯峨嵐山駅は嵐山観光の出発地点でもあって、真横にあるトロッコ嵯峨駅から列車が走っています。トロッコ列車は水曜日以外の3月1日から12月29日まで運行してます。こんな感じです。今駅がこっち側に嵯峨嵐山駅があって、ここから入るとトロッコ嵯峨駅で、もうすぐにねトロッコ列車ホームがあります。そしてこっちにはねジオラマ館とか SL の展示とかもあるので、これもちょっと見逃したくないですね。嵯峨野トロッコ列車といえば、終点のトロッコ亀岡駅まで乗車して保津川下りを楽しむというのも定番になっているので、駅の中にはトロッコ乗車券の他に保津川下り乗船券の販売場所もあります。トロッコに関してはもうほぼ全便満席です。ウェブ予約が必須と言えます。トロッコ列車は1から5号車まであって、5号車のみがリッチ号という窓がない車両です。改札では5号車の人のみが別の列に分けられて列車の到着を待ちます。今改札待ち中なんですけど、今回私は行きに5号車のリッチ号という、一番人気の窓がないところに乗るんですね。でもその座席に乗る人はホームが狭い関係で、列車が到着後に改札が開始されるということで、なんと列車が入ってくるところを見ることができない。目の前は JR 嵯峨嵐山駅のホームなので、列車が出入りする様子が見られて並ぶのも楽しいです。発車15分前くらいですかね、1から4号車の改札がスタートしました。私は最前に並べたので機関車は見えそうです。だんだん迫力のある音が近づいてきて、その大きさと一緒に私の期待感も高まるんですけど、音から出会うというのもいいですね。では QR チケットを読み込んで乗車します。お待たせいたしました。ではチケットの QR コードをかざしてお入りください。客車を牽引するのは DE10 型ディーゼル機関車です。先ほど乗車されてきた方たちとの入れ違いなので、ホームは混雑しています。こちらが5号車リッチ号です。木製の椅子が並んでいて、窓がないのと、あと天井もガラス張りで開放的です。ここからどんな景色が見えるのか、乗車してさらに期待感が高まります。座席は全席4名ごとのボックス席です。幅はそんなに狭くないので、膝がぶつかるなどはなさそうです。出発前から駅員さんたちが盛り上げてくれています。ガタガタンと後ろから押されて出発です。ここから約 7.3km を約25分かけてゆっくり走る旅の始まりです。下りのトロッコ亀岡行きはディーゼル機関車が後ろから押す方式で走行します。推進運転のような感じですが、運転士さんは先頭車両で運転しているため、嵯峨野トロッコ列車では推進運転とは定義していないそうです。右側にトンネルが見えていますが、ここで山陰本線とお別れです。右が新線で左が旧線です。この嵯峨野トロッコ列車は複線電化のために廃線となった旧山陰本線の線路を走っています。
山あいで立ち止まるこの瞬間も静かで心地いいです。列車はトロッコ嵐山駅を出発して、そのままトンネルに入ります。トンネルがレンガ造りになっているのがわかるでしょうか。こちらは明治時代に作られたものを今も使用しています。トンネルを抜けると待ちに待った紅葉の絶景が左側に広がってきます。11月中旬に乗車したのですが、見頃にはまだ少し早いかなという印象でした。でも所々に鮮やかな赤が覗いて、その度に車内が明るくなります。真っ赤なもみじに気づいた瞬間の乗客の表情が、この景色の魅力とその時間を味わう心地よさを伝えてくれています。座席の足元まで透けているので、360度この景色に包まれている感じです。やっぱり窓がないって最高だなと思いながら乗車しているんですが、窓がないということはもちろん、天井がガラス張りになっているので、山の色づきや光の移ろいがそのまま頭上に広がります。風や匂いまで一緒に運ばれてきて、景色を眺めるというよりもその中に入り込んでいくような、そんな乗車時間でした。山陰本線の頃使用されていた鉄橋もそのまま残っていて、こちらを渡って列車は次の停車駅トロッコ保津峡駅に向かいます。こちらのトンネルなんですが、全部で8個あって、全てが明治時代に作られたものです。列車は保津川沿いに出てきました。保津川下りの船も見ることができて、乗るのもいいんですけど、この風景を眺める時間も嵐山を知るとてもいい時間だなと感じます。トロッコ保津峡駅に到着です。ここは美しい保津峡を眺めることができる無人駅です。次は終点トロッコ亀岡、トロッコ亀岡です。ネクトピントロッコ亀岡ラスト。トロッコ保津峡駅を出発すると、景色は進行方向右側へと移っていきます。左右どちらの席でも心配ないということですね。時間的には右側の方がちょっぴり長いみたいです。今日の空は真っ青、晴天です。太陽に照らされてエメラルドグリーンに輝く保津川、そして美しい保津峡の景色が広がります。あの橋とこれから交差するんですが、ここを嵯峨野線は走っていて、一瞬だけ保津峡の景色も見えると思いますが、嵯峨野トロッコは保津川に沿って存分にこの景色を楽しめるんだなというのを実感します。そして今見ているこの紅葉の景色は前からあったわけではありません。使われなくなった山陰線の再生を目指した当時は殺風景だったそうです。そこで景観の改善に取り掛かって、従業員の皆さんの手によって一本一本桜とか紅葉が植えられたそうです。偶然じゃないこの景色、そして多くの人に愛されているこの景色を見ると、その背景にある人の力もこの風景の一部として感じられます。ご視聴ありがとうございました。まもなく終点トロッコ亀岡、トロッコ亀岡です。お出口は各号車後ろ側の扉が開きます。あっという間にトロッコ亀岡駅に到着して、多くの人が待ち構えています。この駅は JR 山陰本線の馬堀駅のすぐ近くにあって、徒歩7分ほどのアクセスなので、保津川下りをしない方はそこから帰る方法もあります。私は今度は窓割りの客車に乗車してトロッコ佐賀駅まで戻ります。私はそのまま折り返し乗るので、改札出ずにホームを歩いて電車を移動します。同じ号車の人はもう降りずにそのままで席だけ変えるとかで大丈夫だそうです。結構慌ただしかったのが、トロッコ佐賀駅でもトロッコ亀岡駅でもすぐに折り返しなので、列車の写真を撮る時間っていうのが本当になかったです。ではトロッコ佐賀駅に戻ります。窓割りといっても窓を開けることが可能でした。
帰りも満席です。ただ立ち席というのもあって、それは当日でも買えることがあるみたいなので狙い目かもしれません。リッチ号と普通客車を乗り比べてどんな感じに違ったかなというと、普通客車の方は窓越しにスケッチのような感じで景色をゆっくり味わえる落ち着いた旅で、一方リッチ号はやっぱり圧倒的な開放感で、光の量も景色の迫り方も別世界でした。さて、こちらのトロッコ列車、運賃は880円です。窓がないリッチ号の場合も追加料金などはありません。とってもリーズナブルだなと思うのですが、紅葉の時期がやっぱり特に人気らしくて、私も今まで乗るのにとっても苦労していました。1ヶ月前の0時から購入開始なので、それを忘れないことは絶対だとまずは思います。私はリッチ号に乗車したくて、さらに競争率が上がるわけですが、もう本当に取れないんですね。なので毎日空きが出ていないかチェックしました。サガナトロッコは前日までキャンセルが無料なので、キャンセルが出ることも多いです。多分1週間くらい苦労して毎日見て往復の切符を購入したのですが、こまめに見ていればチャンスがあるということなので、もし諦めている方がいたら挑戦してみてください。12月28日までは夜間のライトアップも行われているので、秋の終わりを感じるのにサガナトロッコがぴったりではないかなと思います。トロッコ佐賀駅に到着して、上り列車はですね、トロッコ亀岡駅ではなくトロッコ佐賀駅で乗車券の QR をかざして降車します。トロッコ佐賀駅の中にはジオラマも置いてあったり、ゲームコーナー、お土産コーナーもあったりします。ご飯屋さんもあるので待ち時間に困ることはなさそうです。そしてこちらが展示されている SL たち。目の前にはグランドピアノが置いてあって、大きなシャンデリアに照らされる SL もまた普段とは雰囲気が違って、とっても格式高くかっこよさが際立つように見えます。せっかく嵐山に来たので渡月橋にも行ってみましたが、信じられない混雑で歩き切るのは断念しました。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。